この動画は横浜市の燃やすゴミの処理について説明する360度動画です。説明を聞きながら自由に見たい場所を見ることができます。皆様の家庭から排出された燃やすゴミがどのように処理されるのか見ていきましょう。まず、家庭からゴミ集積所へ出された燃やすゴミは収集車でゴミ焼却工場へ運び込まれます。1日に数百台の収集車が出入りします。収集車は投入ステージでゴミをピットに落とします。こちらはゴミピットです。1日に多い時は1000トンのゴミが入ってきます。深さはおよそ20メートルあります。ゴミクレーンでゴミをつかみ上げ、焼却炉へ投入します。クレーンは一度におよそ5トンのゴミをつかみます。クレーンは24時間休むことなく動き続けています。工場の機械は定期的に整備されています。ここは焼却炉の外側です。一つの工場には1日に数百トンのゴミを燃やせる焼却炉が3つあります。焼却炉に投入されたゴミはゴミ自体が燃料となって燃えます。850度から950度の高温で燃やすことで匂いを分解し、有害な物質のダイオキシン類の発生を抑えています。ゴミを燃やした灰は灰コンベアで灰ピットに運ばれます。灰になることでゴミは大きさがおよそ40分の1になります。灰ピットでは灰クレーンにより灰をつかみ上げます。そしてトラックに積み込みます。画面上部からトラックに灰が積み込まれています。灰を運搬するトラックはコンテナに蓋をするなど輸送中に灰が飛び散らないように対策をとっています。ここで積み込まれた灰は廃棄物最終処分場に運ばれます。ここは廃棄物最終処分場です。最終処分場は遮水護岸というコンクリートなどでできた壁で覆われており、内側の水と外側の海は完全に混ざらないようになっています。現在使われている最終処分場は南本木第5ブロック廃棄物最終処分場です。なるべく長く使えるように一人一人がゴミの量を減らすことが大切です。続いて再び
ゴミ焼却工場に戻り、工場の熱利用について説明します。蒸気タービン発電機は、ゴミを燃やした時に発生した熱を利用して電気を作る設備です。横浜市内4つの焼却工場で1年間に発電する電力はおよそ12万世帯の1年間の消費電力に相当します。続いて排ガス処理について説明します。排ガス処理設備はゴミ焼却時に発生する排ガスから細かい塵や有害物質を取り除く設備です。きれいになった排ガスは煙突から外に出します。こちらは煙突です。こちらは煙突の内部です。外から一本に見える煙突の中には、実は各焼却炉から1本ずつ、合計3本の煙突があります。煙突の頂上へ行きましょう。煙突の高さはおよそ100メートルです。ゴミを適切に処理することで、きれいな街が維持されています。以上で動画を終わります。ご視聴いただきありがとうございました。